Yeah, good. ヨハネスブルグ発アンタナリボ行きの南アフリカエアリンクですね、登場していきます。置き止めのようなのでまずバスに乗るようですね。かなりちっちゃい機体ですね。エアリンク乗っていきます。ヨハネスブルグ発アンタナリボ行きのエアリンク、南アフリカエアリンクの機内、シート配置は 2×2、 シートピッチは狭いですね。で機内エンターテインメントもない、ちょっとしんどい機内ですね。機内食はこんな感じです。チキンかビーフ選べてビーフにしてました。ちょっとしょぼいですね。はい、マダガスカルのアンタナナリボ着きました。20分遅れぐらいで着きましたね。マダガスカルはビザが必要です。アライバルビザを取る方が多いと思うんですけども、意外と知られてないっぽいんですけど E ビザもあるんですよね。私は E ビザを取っております。15日間以内だと10ドル、税金かシステム使用料か分かんないですけど 1.75 ドルプラスされちゃったんですけど、合計で 11.75 ドルを払って E ビザを取得しております。 E ビザ申請してから数日以内には承認が下りてビザ取得できています。空港の外に出てきました。思ったよりちゃんとしてる空港でしたねこんな言い方は申し訳ないですけど、思ったよりちゃんとしてましたね。出てきて両替をしてですね、実はホテルから送迎をお願いしていたので、そちらの兄ちゃんが私の名前の札を持って、待っててくれました。ということでこの兄ちゃんの送迎に乗ってホテルへ向かいます。こんな感じのすごい綺麗な空港建物ですね。ターミナルか。人がすごい。アンタナリボの空港どんな感じか全く分かんなかったんでホテルからの送迎をお願いしたんですけど、タクシーいましたね。タクシー使えそうだったんで送迎呼ぶ必要なかったかな。空港のターミナルもそうだけど、この辺もめちゃくちゃ綺麗ですね。全然想像と違った。この造形物はおそらくバオバブの木ですよね。やっぱマダガスカルといったらバオバブの木。空港近くのアンタナナリボの街並みなんですけど、思っていた以上に楽しそうですね。結構自分が好き系な雰囲気です。理由を説明するのは難しいですね。もう本当ここに来てみての自分の肌感としか言いようがないんですけど。はい、ホテルに着きました。空港から近いホテルなのですぐに着きましたね。でチェックインします。チェックインしました。ホテルオセアニスホーム&ボヤージズというホテルになります。ベッドと机がありますね。で、テレビありと。冷蔵庫はなさそう。でもセーフティーボックスはあるんですね。で、ちょっとしたクローゼットあります。あと水回りです。仕切りはないシャワーですね。で、ただ、シャンプーとおそらくボディーソープがある。で、あと石鹸があって洗面所ですね。で、トイレがあると。悪くないですね。無料の水が1本ありました。Wi-Fi は遅いけどあるだけいいですかね。こちらのオセアニスホーム&ボヤージズ。こちら1泊だけします。Booking.com で予約して1泊朝食付きで 25.04 ユーロでした。で、マダガスカルの情報少々。マダガスカルの首都はここアンタナナリボになります。マダガスカルの通貨はアリアリ、マダガスカルアリアリというものになりまして、現在1アリアリが 0.033 円だそうです。わかりづらい。1000アリアリが33円って感じで覚えましょう。アンタナナリボの、今の気温18度。最高気温19度で最低が11度ですね。結構涼しいんですけど、昼間はちょうどいいぐらいですかね。寒くはないので、ケープタウンとかヨハネスブルグよりは暖かいかなって感じですね。で、このアンタナナリボの時差なんですけど、ヨハネスブルグより1時間進みましたね。日本との時差は6時間差、6時間遅れてる形になりますね。で、今日の予定なんですけども、さっき言ったようにここは1泊だけなんですね。しかも空港の近くにあるので、何か観光地とかがあるわけではないと。じゃあなんでここにしたかっていうとですね、実は明日マダガスカルの国内線に乗ります。朝6時発なんですよね。
めちゃくちゃ早い便になります。そのため一泊だけ空港近くのホテルにしたっていう感じですね。明日の国内線はですね、ここアンタナナリボからモロンダバというところへ飛びます。で、モロンダバっていうとどこかというとですね、超有名なバオバブの木が生えてる道があるところですね。明日朝6時発なので、本当明日は早起きして空港へ向かう形になります。なので、今日はちょっと街ブラするぐらいで終わっちゃうかなと思います。ちなみにスマホのネットワークなんですけど、以前から使っている世界137カ国で使えるエアロの eSIM が繋がっております。LTE で繋がってますね。時間は4時20分になりました。では街ブラしつつ夜飯食うとこを探そうと思います。こちらがホテルの玄関になるんですけども、ホテルの周りはこんな感じですね。だから有刺鉄線が巻かれてるからそんなに治安良くない、もしかして。でもそんな感じはしないんだよな。ホテルから少し歩いたところですね。こっち行くと空港方面だからそこそこ賑やかな通りになってますね。ちなみにマダガスカルの公用語は、マダガスカル語とあとフランス語ですね。フランス語使う方が多いと思うので今回もきついですねこういう屋台があるのがいいね。なんか東南アジアっぽくてこういうの好きですね。地元のレストランって感じで面白いですね。でも普通に飯うまそうっすよね。ここアンタナナリボの中心地よりは全然離れてる空港近くなんですけど、すごい人いますよね。人口密度結構あるかも。ちょっとレストラン選びに苦労しててどこがいいのか分かんないんだよね。地元の人たちに聞いてみようか。彼らにレストラン教えてもらいました。ということで今の子たち多分若いよね。多分高校生ぐらいだと思うんですけど、おすすめのレストランを教えてもらったんでそこへ行きます。ただその店 Google マップだとアジア料理ってなっててあれって思ったんですけど、マダガスカル料理でおすすめのレストラン教えてって言ったんですけど Google マップが間違ってるかもしれないんでね、そこ行ってみようと思います。歩いて10分ぐらいです。さっきの広い道を曲がってちょっと狭い道に入りましたね。狭い道だと車通り少ないので落ち着いてていいですね。道中すんごい汚いとこ来ちゃった。ゴミの山みたいになってるね。いや、なかなかな場所来ちゃったな。ここ行くのしかもガーナのケープコーストあたりを思い出すような立地だな。こっから歩いて3分のレストランを目指してるんですけど、本当にこんなとこにあるんですかねはい、そして着きましたね。ドラゴンロイヤルレストランというところです。入ってみましょう。はい、ということでドラゴンロイヤルレストラン入りました。英語メニューあるじゃん、助かるわ。でもなんかやっぱアジア料理っぽいねなるべく現地っぽいものを頼んでみようと思います。さっきメニューに英語あるって言ったんですけど全然英語なかったフランス語だけでした。で、頼んだのがビールとあと食べ物は店員さんにマダガスカル料理で美味しいものどれですかって聞いたら、全然読めなかったんですけど Google レンズで翻訳したらエビのドライペーストっていう風に出てましたね。店員さんもすごいどれにしようか迷ってたんでマダガスカル料理と呼べるものなのかどうかはちょっとわかんないですけど、とりあえずそれを頼みました、こんな感じです。ではまずはビールですね。ゴールドっていうビールです。ゴールドブランチェ。ブランチェってどういう意味？白っていう意味かな。ではマダガスカルのビールで乾杯。深みはないね。もっと言えば味が薄い。正直美味しくない。これはほとんど炭酸水みたいで、改めてお店はこんな感じなんですけど、私が座ったのがたまたま狭い部屋で奥にも部屋があったりとかこっちにも部屋があったりとか、あとオープンエアな場所もあります。すごい人いるな。人気店ですね。はい、そして来ました。謎の料理、エビのドライペースト、あんかけ焼きそばみたいな感じですね。普通にうまそう。マダガスカル料理と言えるのかどうか知らんけど、いただきます。ではいただきます。うまい。あんは結構甘めですね。で、エビの味も結構タレに染み込んでてうまいわ。麺の量が半端ないめちゃくちゃある。ではエビ、エビも普通にうまい。ちょっと甘めのあんかけ焼きそばって感じで、普通にうまいです。中国とか日本で全然ありそうな味で美味しいですね。麺はかなり柔らかい。ソフト麺みたいな感じで柔らかいです。もうね、エビの量はねかなり贅沢ですよ。で、これとかかなりでかいしね、なかなか具材は豪華じゃないでしょうか。
ごちそうさまです。お会計3万500ありありでした。お会計の時、レジの横にビザとマスターカードのマークが貼ってあったんで、クレカで払えんじゃんと思ったんですけど、クレカで払っていいの6万ありあり以上じゃないとダメってなってて、結局現金になりました。レジのとこにいたお姉さんがちょっと英語喋れて、英語喋れる人いたんかいって感じだったんですけど、最後すごい愛想よく挨拶してくれていい感じでした。ちょっと暗くなってきましたが、歩いて帰ろうと思います。こっからホテルまで歩いて14分って出ましたね。もう結構暗いんですけど、女性が普通に歩いてるし、さっき子供も歩いてたから、この辺は治安は問題なさそうですね。アンタナナリボの夕焼けも綺麗ですね。ということで、無事にホテルに戻ってきました。そういえば空港からホテルへの送迎いくらだったかっていうのをお伝えしてなかったなと思って、明日の朝の送迎を頼むついでに聞いてみたら、宿泊料金に入ってるからいらないよって感じでしたね。で、ただ明日の朝の空港への送迎は、有料ということで1万5000ありありでした。4時に送迎をお願いしました。で、今、南半球は真冬なんで寒いです。なんとか体を温めてそろそろ寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。7月12日土曜日朝3時54分です。なんとか起きれました。で、このホテルの評価5点満点中2点にします。まずですね、エアコンがなくて寒いっていうのと、あと浴室水回り側に窓が開いてて閉まらないので余計寒い。お湯は一応出るけど水圧が激悪。4000数百円でこれはなかなかしんどかったです。裁縫はないですね。評価2点にします。では、チェックアウトして送迎を頼んであるので、それで空港へ向かいます。はい、では今チェックアウトして空港へ向かいます。みんな寝てた。4時17分に空港着きました。寒い。では中に入ってチェックインします。制限エリア内に入ってきました。国内線ターミナルはゲート1と2しかないみたいで、かなり狭いですね。で、一応あそこにスナックバーがありますね。軽食と飲み物はあそこで買えそうです。で、こちらの方にエアマダガスカルのラウンジがありますね。それでなんと私ラウンジに入りました。いや、違うんすよ。航空券、普段はトリップドットコムで取ってるんですけども、アンタナナリボからモロンダバの航空チケットがトリップドットコム取り扱ってなくて、ブッキングドットコムで取ったんですよ。ブッキングドットコムで航空券取るって慣れてないんで、慣れてないのが理由ではないというか、私の見落としだと思うんですけど、昨日の夜オンラインチェックインするときに初めて気づいたんですけど、ビジネスクラスだったんですよね。だから妙に航空券高いなと思ったんですけど、でもなんでだろう、あえて高い料金のものを私が買うわけはないので、ビジネスしか空いてなかったのかな、多分。全然気づかずに高えなと思いながらビジネスクラスを取ってましたね。帰り、モロンダバからアンタナリボに後で帰るんですけど、そっちはどうなのかちょっとわかんないですけど、アンタナリボからモロンダバ行きはビジネスクラスでした。たった1時間ちょいのフライトなのに。ということで、ラウンジ飯いただきます。正直ラウンジはしょぼくて、しょうがないというか、そうだろうなって感じなんですけど、卵、ソーセージのちっちゃいやつとか、もうこれぐらいしか食べ物はないです。で、飲み物はビールもあるんですよね。ちょっと早朝から飲む気にはならないんですけど、今日は朝飯食べてないんでちょうどいいかもしんない。いただきます。では、アンタナナリボからモロンダバまでのエアマダガスカル乗っていきます。アンタナナリボ発モロンダバ行きのエアマダガスカルでございます。ちなみにビジネスクラスなのに優先搭乗はありませんでした。これは本当にビジネスクラスなんでしょうか。こっから前はエコノミーだけど座席は変わんないですね。で、シートピッチも全然狭いです。6時32分になってようやく離陸しそうです。今離陸しました。おそらくビジネスクラスだけ朝食の機内食です。これラウンジで見た気がするもの3つ、そしてドリンクサービスでコーヒーをもらいました。ドリンクはエコノミーもあるみたいです。
バウンドしてちょっと怖かったんだけど、無事着陸いたしました。はい、モロンダマ空港に着きました。歩いてターミナルへ入る形になります。空港出たところでタクシー声かけられて4万の提示を2万にしてもらいました。2万ありありで行きます。しかしすげえレトロな車だな大丈夫？動く？どこさんこれ？わかんないんだけどということで、この製造何年前かよくわからないすんごいボロい車でホテルまで向かってもらいます。で、トゥクトゥクもいますね。今お話しした通り、モロンダマの空港を出たらタクシー攻撃のおっちゃんがたくさんいて、トゥクトゥクもいたんで足はありそうですね。サントメプリンステよりも交通手段は確保できそうです。モロンダマもいい感じの街ですね。結構田舎感はやっぱあるけど治安も良さそうで、屋台みたいなお店もあっていい感じです。アンタナナリボに続いて私が好きそうな街ですね。モロンダバにはサイクル力車もいますね。インドみたいですね。車もいればオート力車もいればサイクル力車までいる。面白いな、モロンダバ。いいね、いいね、モロンダバ。楽しそうな街だよ。はい、ホテルへ着きました。今日から宿泊するホテルはキリーハウスというところになります。まだ8時過ぎなんですけど、チェックインしてみようと思います。なんとまだ朝8時過ぎなのにチェックインさせてもらいました。優しいな。部屋も最高なんですよ。ルームツアーします。玄関入ってすぐに広々とした荷物置きがありました。で、こっちですね。まあまあでかいベッド。めちゃくちゃ清潔そうなんですよね。で、ここはまあ謎のスペースだけど椅子があっていいですね。で、こっちには作業もしやすそうなデスクがあります。で、なんとこんな広いベランダが、こんな広々としたテラスがありまして、で、運河ビューですね。運河ビュー。扇風機、テレビ、で、エアコンはあります。冷蔵庫はないですね。では、水回りです。今朝までいたホテルと違って水回り明るいです。で、トイレ、シャワー、で、洗面所ですね。で、アメニティは石鹸だけって感じですね。でもすごい清潔そうでいい感じです。Wi-Fi は12メガ BPS ですね。まあそこそこって感じ。はい。で、こちらのマダガスカルモロンダバにあるキリーハウスというホテル、booking.com で予約しました。で、こちら2泊で 128.82 ユーロです。マダガスカルの物価を考えると高いんだと思うんですけど、ただこの辺ってやっぱそこそこいいホテルだと結構な値段するんですよね。キリーハウスのすぐ近くにバオバブカフェっていう、おそらく有名なホテルがあるんですけども、そちらは全然もっと高かったりするんで、まあ1泊1万ちょいならでプラスこの部屋なら個人的にはまあいいかなと思ってます。で、それでこのモロンダバでは当然バオバブがあるバオバブ街道を見に行こうと思っております。さっき宿のレセプションのめちゃくちゃ感じのいいおばちゃんにバオバブのツアーないかって聞いたら、なんかツアーというよりは移動手段だけっぽいんですよ。ガイドさんがいろいろ説明してどうこうっていうツアーじゃなくて、移動手段はあるよみたいな感じだったんですよ。そのおばちゃんが言うには、このホテルでなんかお願いしたら15万ありありなんだけど、さっきのタクシードライバーだったら14万ありありで行けるらしいよっていう話だったんですよね。さっきのドライバーのうんちゃんに名刺をもらっていたので14万ありありで行ってもらうことにしました。正直その14万っていうのが安いのか高いのかよく分かりません。つくつくだったらもっと安く行けるっていう噂もあるんですけど、想定の範囲内だったんでいいかと思って14万でお願いしました。予約したバオバブ街道行きなんですけど、午後3時開始になります。で、何時までって聞いたら、あなた次第よって言われたんで、満足するまではいていいんだと思います。今時間が8時半ぐらいなんですけど、それまではちょっと街歩きとかしようかなと思います。で、あとさっきお見せしたように運河もあるし、あと逆側には海もすぐあるので、その辺ちょっとブラブラしてみようかなと思います。で、あと言い忘れてたんですけど、このモロンダバはアンタナナリボと時差はなし。日本から見たら6時間遅れ。で、モロンダバあったかいんですよ。今25度。最高気温28度で最低が19度という、もう最高すぎる気候ですね。いやー、ちょうどいい気候で気持ちいいですね。で、ホテルの前の道はこんな感じです。で、私の泊まってるキリーハウスから歩いてほんと数十秒でバオバブカフェという有名なホテルですね。結構この辺ローカル食堂みたいなお店もあるんですけど、こういうお土産物屋とかも結構あるんですよね。で、これは屋台かな。普通に麺とかうまそうだけどね。まだマダガスカル自体着いて24時間も経ってないですけど、人は優しいですね。
空港の職員の方とかもすごい優しかったです。今までいろんな国に行きましたけども、空港の職員の人ってやっぱ厳格な仕事って感じだから、あんまり愛想いいなとかっていう国って少ない気がするんですけど、マダガスカルの空港スタッフはなんかすごい愛想良くていい感じなんですよね。マダガスカルは結構だいぶ人優しい気がする。アフリカいろいろ行ってきたんですけど、今まではアンゴラが一番いいなと思ってたんですけど、マダガスカルも同じかそれ以上ぐらいに親切で優しい人が多い気がします。なぜか子供たちがなぜかついてきちゃった。この子供2人に変ボンボーって言われたんですけど、変ボンボーってなんすか？お金っていう意味だったら嫌なんだけどやっとビーチに出られる道が見つかったのでビーチに行ってみますか。あ、こんな感じなんだ。何どういうこと？ここラグーンみたいになってるね。そうだったんだ。知らんかった。ビーチに出るときに話しかけられて、で、ボートでマングローブ見に行かないかって言われて、で、料金4万ありありって言われたんですよ。4万安いっすよね。でもちょっと今日は、15時にホテルにいなきゃいけないのは確定してるので、ちょっと今日はやめたんですけど、明日行こうかな。4万、マジで4万ならいいっすね。はい、そして海沿いというかラグーン沿いっていうのかなまで来ましたね。てか本当にこうラグーンになってるな。こんなんなってるとは思わなかった。干潮の時間と満潮の時間で変わるのかな。もしかしたら満潮だったらここまで海になるかもしれないですね。いや、しかし、ここのビーチめちゃくちゃ広いっすね。広いよ。海あっちだもん。めちゃくちゃ広い。地元の人と思われるのがここでサッカーしてたり、向こういっぱい人いて、向こうでも結構みんな遊んでるね。いや、なんかすげえのどかでいいな。いや、なんてのどかでいいビーチなんでしょうね。平和だわ。海まで来ました。海の向こうはおそらく南アフリカかモザンピークかその辺ですかね。水着じゃないので水温チェックだけしようと思います。濡れた。濡れちまいました。で、水温はちょっとやっぱ冷たかったですね。冬だから20度ぐらいじゃないかな。冷たいですね。でも向こうの方では子供たちが入ってたりしてますね。最初海汚いのかなと思ったけど、そうでもない。綺麗かもしれない。中で砂が舞っててあんまり綺麗に見えないけど実は綺麗っぽいな。モロンダバビーチはこんな感じでした。いや、こっちから見るとやっぱビーチ広い。それはみんな遊ぶわね。いや、マダガスカルいいっすね。本当なんて言葉にすればいいかわかんないんですけど、自分の肌感なんですけどいいっすね。来る前の印象からこんなにぐんぐんと好感度が上がる国って本当アンゴラ以来ですね。ではビーチから街歩きに戻ります。これもしかしてレンタルチャリンコだよね。で、向こうにはなんかレンタルバギーみたいなものがある。いいね。特にチャリンコを借りようかとか迷うな。自分歩くの好きなんで基本は歩こうとは思うんですけど、チャリいいっすね。今時間が11時ぐらいになってちょっと腹減ってきたんで、良さげなとこあったらどっかで飯も食おうかな。で、今ローカル食堂的なとこがあったんですけど、さすがにハエがたかりすぎてたんでちょっとやめました。そしてこれが空港からもずーっと走ってきた、この辺りで一番のメインの通りになるかな。その道まで来ました。そんな広い道路じゃないけど、このローカル食堂ちょっといい感じじゃないですか。ハエも少なそうだし。いや、結構いるか。この冷麺みたいな、冷やしラーメンみたいなやつとか、あとこの米も気になるね。うまそうじゃん。両方食う。このローカル食堂に入りました。店員の兄ちゃんがめちゃくちゃいい人そうだった。ということで気になるものを両方頼んじゃいました。で、これなんかお湯を入れましたね。なんかあったかくなってる。で、こっちが3000ありありで、こっちが2500ありありって言ってました。安いね。いただきます。じゃあまずチャーハンみたいな、これからいただきます。うまい。なんか普通に五目チャーハンみたい。全然うまいよ。米っていうのがいいよね。また米食文化がある国は我々日本人には助かりますね。フライドエッグと一緒に食べるとなおさらうまいです。これ3000ありありなら毎日でもいいよ。100円ぐらい一緒だって。続いて謎の麺料理。まずはスープからいただいてみます。うまい。あっさり塩味だね。塩味、塩ラーメンって感じ。うまい。味の素使ってんじゃないの。うまいわ。では麺いただいてみます。麺はソフト麺ですね。栄養はなさそうだけど味は美味しいです。で、これが入っていた肉です。何の肉かわかんないけどチキンだと信じます。チキンじゃないかもしれない。ちょっとね、見た目がグロいんですよね。グロいまで言うと失礼か。ちょっとエグいんですよね。でも味はチキンですね、多分。ごちそうさまです。お会計合計で5500ありありでしたね。
いやーうまかった。腹いっぱいです。どっちかだけでも結構腹膨れますね。もう腹パンパンです。で今のローカル食堂を過ぎたらもうめちゃくちゃ賑やか。人が格段に増えてきました。この辺の一角は洋服屋さんが多いですね。マーケットみたいな感じになってて、どの国にもこういったマーケットってあるけど、現地の方でこんだけお客さんがいるのって珍しいかもしれない。本当に現地民が洋服買う場所みたいな感じになってて面白いですね。今両替できるところを探してて、やっとこのバオバブバンクってところたどり着いたんですけど、よく考えたら今日土曜日だからか休みなんですよね。困ったな。今2個目の銀行ウエスタンユニオンがあったんですけど、そこもやっぱクロースだと、もう闇両替しかないかな。たださっきこの辺のマーケットにいたグラサンかけたおっちゃんに聞いたんですよ。そしたら1ドル3500アリアリっていう極悪レートだったんで、速攻で後にしてやめたんですよね。ちなみに最初にアンタナナリボに着いた時、空港では50ドル札か100ドル札だと4200、それ以外だと4100でした。急ではありますが、マーケットのなんか飲食街的なものがあったんで入ってみます。すごいすごいハエだらけだけど、あ、こんなとこあるんだ。うまそう。普通に中入ると暗いけど、すごいいろんな店ある。さっき2食分ぐらい食っちゃったから腹いっぱいなんですけどね。明日とか来てみようかな。ちょっとハエは多いけどね。美味しそうな匂いするわ。肉の匂いがします。いいね、米食ってる。米、はいまんじゅう結構奥まであるな。意外と広かった。飯はこの辺までか。でこっから飯じゃない雑貨屋さんみたいな感じかな。こんな感じなんだね。今のこの区画面白かったですね。明日は時間あると思うから明日来てみようかな。メインの通りの端っこからもビーチ行けるみたいなんでちょっと行ってみます。こっちのビーチはそんなに幅あるわけではないですね。まあでもそれでも広いな。 You like football? Football? Yeah. Football. Yeah. Good. はい、ホテル着いたんですけども、このキリーハウスのすぐ真正面に個人商店があるんで、ここで飲み物かなんか買います。はい、ということでホテルへ戻ってきました。先ほどホテルの前の個人商店で水でっかいのちっちゃいのとファンタとオレンジジュースで合計14000アリアリでした。時間は2時58分になりました。朝送ってくれた車のドライバー来てるかな。来てるっぽいね。このボロ車でバオバブ行きます。2時58分出発しました。どんぐらいで着くんだろう。今ドライバーのおっちゃんに両替できるとこ知らないって聞いたら、速攻でなんか店連れてってくれて、両替所じゃないんだけどなんかの店に連れてってくれて、そこそこ高レートで両替してもらいました。自然が美しいところですね。原風景って感じ。今メインの通りを左に折れたところなんですけど、途端に道の状況が悪くなった。この車で大丈夫か不安だなまだ目的地ではないんですけど、バオバブの木が現れ始めましたね。いやすげえ、逆光ですいませんがマダガスカルのバオバブです。よく見たら反対側にもたくさんバオバブがあった。でただ一番有名なのはこの道沿いにバオバブがたくさんあるはずですね。ドライバーさんがここで止めてくれたんですけど、一旦ね、このバオバブが結構有名というか、池に反射して若干逆さバオバブになってますね。この道沿いにもバオバブの木が現れ始めましたね。いやバオバブの形いいっすね。ドライバーさんここでも止めてくれましたね。いやすげえわ、でけえわ。ゴロン玉のバオバブでございます。こっちのバオバブは巨大すぎて根元は1本だけど途中で2本に分かれてる感じですね。すげえやこれ。いやーこれすごいわ、でかいわ、雄大ですね。そびえ立っております。ではこのポイントは後にしようと思います。さっきの場所から 3,4 分、ホテルからだと50分かかってメインのところと思われる場所に来ましたね。まだお見せしませんがすごいすごい。このメインのところには駐車場があった。知らなかった、駐車場があるんだね。今車止めたのがこの駐車場になります。まさか駐車場があるとは。でこちらです、バオバブ街道。すげえ。いやなるほど、すごいわ、これは確かに。まだ全然夕方じゃなくてまだまだ明るいんですけど、3時50分なんで、この時間帯でも十分私は感動できますね。この景色いいね。バオバブくんいいっすね。この有名スポットもっと短いのかと思ったけど結構奥まで行けるね。
Google 情報によると今日の日の入りは5時38分なんで、まだ2時間近くあるんですよ。暑いんですけど、まあ明るいうちからこの景色を楽しみましょう。こっから見ると結構奥まであるのが分かりますね。そしてやっぱり夕方の時間は人が集まってきそうですね。もうすでに結構います。誰かがドローンを飛ばしてますね。いいなドローン。ここが一番良さそうな気がするな。なかなか太いバオバブの木がたくさん並んでますね。でこの私が気に入った場所のすぐ脇にはちょっと池みたいになってますね。ここでも写真撮ってる人がいますね。あ、そっか、こっからバオバブを見てるのかみんな。あ、そっか、夕日はこっからがいいのかな。なるほどね。まだまだ夕日の時間まであるので、ちょっと暑いので駐車場付近に戻って、あの辺にあった施設をちょっと見てみようと思います。で、そこが駐車場になりましてですね。で、ここに売店兼レストランみたいなとこありますね。さっきの売店の隣にこんなのが売ってて、これバオバブの実だそうですね。あ、これ粉になるの？あ、なんだ、飲めないんだあ、これになるのね。で、この辺はお土産物屋さんが並んでますね。もうバオバブだらけだな。バオバブしかない。大きさが違うバオバブしかない。これ何に使えばいいんだろう。で、また隣のところ来たら、またバオバブなんだけど、これになってこれやっぱ食べられるって。食べられるんだ。バオバブの中身、これ値段聞いたら5000円ありありだそうなんで買ってみましょう。すぐ隣のレストランっぽいところの場所を勝手に借りてバオバブの実食ってみます。いただきます。なんか思ったより柔らかい。なんだこれ。種がある。味はなんて言えばいいかな。若干甘いんですよ。なんだろう。とりあえずまずいです。汚くて申し訳ないですけど、中にこんなのが入ってて、感触は硬いイカ。これ食っていいもの噛み進めるとこういうのが今口の中に3つ4つありますね。飲み込んでいいものなのかな繰り返しになるけど、とりあえずまずいです。ダメだ、飲み込みたくない。ゴミ箱に捨てます。こっちは一応持ち帰りますよ。もちろん口の中にあるやつは捨てます。はい。そしてその隣にはなんかカモみたいなでっかい鳥がいたりとか、レストラン的な場所があります。で、なんかいい匂いに誘われて鳥やら犬やらがいっぱいいますね。肉が普通にうまそう。いい匂いする。で、今のレストランの奥にはもう普通に現地の子供たちが遊んでますね。こういった風景があるのもいいですね。ちなみに駐車場なんですけど、トヨタをはじめとした立派な四駆っぽい車がずらーっと並んでるんですけど私が乗ってきた車だけダントツでボロいんですけど。で、この駐車場の裏にあるお土産物屋さんとか見てみましょうか。ちゃんとしたというか店舗型のお土産屋さんですね。なんか買いたくなっちゃうな。幸運にもあんまりいいお土産がなかったのでお金使わずに済みました。で、お土産物屋の奥にはトイレがありましたね。で、これなんだ、バーみたいになってる。よくわからないけどバーですね、おそらく。この冷蔵庫を見るとビールとか飲めそうですね。この辺の施設は以上になります。こんな感じですね。こっからの景色もいいですね。もうこの田んぼみたいになっているところの周りにバオバブの木が囲んで並んでるような感じですね。なぜかここに現地の子供たちが集まってますねSNS でバズらせたい方は現地の子供たちと一緒に写真を撮ってください。現在4時40分、ちょっとずつ日が暮れてきましたね。夕暮れっぽいような色になってきました。で、ここで小ヤギの大行進。よく見るとここも逆さバオバブが見えますね。綺麗。よく見たらこっちも結構見事な数の逆さバオバブが見えます。すごいじゃん。こう見えます？ちゃんといいね。いや、こんな見事な逆さバオバブ見れると思わなかった。すごいすごい、やはりこの逆さバオバブが見えるところで夕暮れ時を待とうと思います。ここがベストじゃん、多分。知らんけど。